カッパドキアの定番の観光スポットから穴場まで絶景ランキングをご紹介します。19位。三姉妹岩。カッパドキアじゃなかったら観光の目玉になりそうなすごい地形だが、カッパドキアではおまけみたいな存在の三姉妹岩。18位。ソベソス遺跡。カッパドキアにはかつてビザンチン帝国が存在し、ソベソス古代遺跡には公衆浴場が残っています。ギョレメ村から南方面へ約30キロ離れた村で、遠くにはソーアンルの地形が見える。17位。スルタンハヌ・ケルバンサライ。アクサライの町の西側にある最大の規模の大正宿。宿というよりも頑丈な壁に囲まれた城のような建物。16位。カイマクル地下都市。カイマクルは地下8階、深さ約55メートルの巨大な紀元前から存在する地下都市。カッパドキアには有名な地下都市、カイマクルとベリンクユがあり、どちらも壮大だ。15位。パシャバーの谷。ギョレメからギョレメ野外博物館に行く途中にある谷。ギョレメの町から20分ほどの位置。妖精の煙突が有名。14位。ムスタファパシャ。ムスタファパシャは地形を利用した洞窟中住居などが当然のようにあり、歴史や宗教関連でも重要な地域だ。それでも14位。いかにカッパドキアが絶景の宝庫かがわかるかと思う。1923年、ギリシャとトルコの住民交換が行われた。トルコのギリシャ正教徒とギリシャのイスラム教徒の住民を交換したのだ。ムスタファパシャの住民はギリシャ人とみなされ、ギリシャへ追放され、代わりにギリシャ領内に居住するイスラム教徒がムスタファパシャにやってきたのだ。写真はムスタファパシャの街並み。13位。エルジェス山。カイセリの街からよく見える美しい山、エルジェス山で標高は3916メートル。富士山よりも高い。カッパドキアの変な地形は、かつてのエルジェス山がもたらしたものとされている。成層火山でアフリカプレートとユーラシアプレートが衝突時に形成されたことを考えると、その規模が大きいことは想像できるかもしれない。12位、フーララ渓谷。2時間ほどでトレッキングもできる渓谷。グランドキャニオンに木が生えたような地形。セリメ修道院からも近い。11位、ローズバレー。サンセットツアーなどで人気のローズバレー。夕方の日が沈む頃に、夕日に染まる頃に訪れると、巨大なバラのように見えることから、ローズバレーと名付けられた絶景ポイント。10位、ソーアンル渓谷。ソーアンルは地名で言うとカイセリ県。ギョレメから車で1時間で 65km ほどの距離にある。ソーアンルと一言で片付けるのはもったいない広さなのだが、内容も濃い。9位、第二のウユニ湖。トゥズ湖。トルコ語で、トゥズとは塩の意味で、トゥズ湖はそのまんま塩の湖である。塩分 30% という視界に匹敵する塩分濃度で、琵琶湖の約2倍もの面積。鏡張りを期待していくと、なんとピンク色だった。乾季である夏に、雨のご晴れると、ボリビアのウユニ塩湖のように、鏡張りの湖面に遭遇できるらしい。8位、オルタヒサル城。地球の歩き方のトルコの裏表紙に載ってる、オルタヒサル。ギョレメからアクセスも良いが、オルタヒサルは観光地化が進んでおらず、穴場とも言えます。昔ながらのカッパドキアが残っており、印象に残った。7位、ウチヒサル城。カッパドキア観光で外せないウチヒサル城。オルタヒサルに比べ観光開発がされており、周辺にはホテルなども点在する。6位、ナルカザン湖。
カッパドキアの壮大な大地を作ったのは火山活動だ。ナルコも火山でできたカルデラ湖で、湖の周辺の豊富な草は羊や牛の餌となっている。5位、ギュゼルユルト村。観光ガイドブックでは小さい扱いをされていることが多いが、寄ってよかった村。岩窟教会、渓谷の村、壁穴に作られた住宅、地下都市までもがあり、カッパドキアの縮図のような村。4位、ギョレメ野外博物館。ギョレメの町から徒歩で30分ほどにギョレメ野外博物館がある。古代ローマ時代にキリスト教徒が洞窟教会を作った大規模なキリスト教徒の居住地。観光の所要時間は1時間から2時間程度。営業時間は8時から17時。夏は8時から19時まで。3位、セリメ修道院。ウフララ渓谷から距離的に近いのでセットで行くと良い。巨大な岩山にくり抜かれた大規模な住宅街や洞窟教会の跡。遠くが見渡せて景色も良い。2、ギョレメの町。世界遺産であるギョレメ国立公園の中心的な位置に立地し、洞窟ホテルやレストランなどが立ち並ぶ。ギョレメ野外博物館などへも歩いて行け、天気の良い朝は気球が舞い上がる。街はきれいに整備されており、治安も良さそう。1、カッパドキア気球ツアー。晴天率が非常に高く、気候が安定しているカッパドキア。天気さえ崩れなければ、気球ツアーが再考される。次回、予告。鏡張りの景色は見れる。トルコのウユニ塩湖、トゥズ湖。お楽しみに。